ゆっくり解説。不朽の名作、50年代洋画ベスト10。今見ても色あせない傑作を一挙紹介。皆さんこんにちは、レイムです。数々のスター特集に続いて、今回は、映画が最も輝いていた時代に迫ります。不朽の名作50年代洋画ベスト10。今見ても色あせない傑作を一挙紹介をお届けするわ。おう、マリサだぜ。1950年代っていうのは、第二次大戦後の復興期でな。カラー映画やシネマスコープみたいな新技術が次々と生まれて、ハリウッドがまさに黄金期を迎えた、夢と希望に溢れた時代だったんだぜ。なんだか、聞いているだけでワクワクする時代ね。今回は、そんな50年代の洋画のランキングなのね。ああ、今回は、単なる懐かしい映画の紹介じゃない。映画史における重要性や、後世への影響、そして何より、今見ても心が震えるような、普遍的な物語の力を持った本物の傑作だけを、厳選してお届けするぜ。さあ、映画史が最も輝いた時代の扉を開こうか。第10位。シェーン。1953年、アメリカ。さあ、マリサ、1950年代洋画の傑作ランキング、いよいよ第10位の発表だね。ああ、レイム。第10位は、西部劇の金字塔、シェーン、1953年アメリカだぜ。ジョージ・スティーブンス監督、主演はアラン・ラッドだ。シェーン、どんな物語なの？開拓民のスターレット一家が、牧畜業者ライカー一家に脅かされているところに、謎のガンマン、シェーンが現れるんだ。彼は一度は銃を隠し、農作業を手伝うんだが、一家の幼い息子ジョーイは彼の正体を見抜いて、シェーンに強く惹かれていくんだ。なるほど、静かな始まりだけど、何かありそうだね。その通りだ。シェーンは、スターレット一家の暮らしを守るため、やがて再び銃を手に取ることを決意する。無法者のジャック・ウィルソンとの決闘は、西部劇史に残る名場面だぜ。すごい迫力がありそう。決着はつくの？ああ、決着はつくんだが、シェーンは再び流れ者として去っていく。上位が叫ぶ、シェーン、カムバークというセリフは、あまりにも有名だろう？これは、失われゆくフロンティアと、去りゆくヒーローの孤独、そして成長する少年との切ない別れを象徴しているんだ。あの名台詞にそんな深い意味があったなんて、ただの西部劇じゃないんだね。ああ、この映画は単なる完全懲悪ではなく、暴力がもたらす悲劇、文明化の過程で失われるもの、そしてヒーローの宿命といった普遍的なテーマを深く描いている。だからこそ、シェーンは今も多くの人々に愛され続けているんだぜ。西部劇にそんな奥深さがあったなんて驚きだよ。これは見るしかないね。第9位。理由なき犯行。1955年、アメリカ。さて、マリサ、1950年代洋画傑作ランキング、次は第9位だね。何が入るんだろう？レイム、第9位は、若者の魂を永遠に揺さぶる名作。理由なき犯行、1955年アメリカだぜ。ニコラス・レイ監督、そして伝説の俳優、ジェームズ・ディーン主演の作品だ。ジェームズ・ディーン、あのアイコン的な赤いジャケットの映画だよね。どんなお話なの？その通りだ。主人公ジム・スタークは、家庭内の問題を抱え、転校を繰り返す青年なんだ。新しい街にやってきた彼は、不良グループとの圧力、そして同じく孤独を抱える少女ジュディ、少年プラトンと出会う。彼らはそれぞれ親との断絶や社会への不満を感じていて、自分の居場所を探しているんだ。親に理解されない若者たちの話なんだね。共感する人も多そう。まさにそうだ。彼らは、親世代が築いた社会の価値観に反発し、自分たちの存在意義を模索する。特に、ジムが不良グループのリーダーと危険なチキンランという度胸試しをするシーンは、若者の無軌道なエネルギーと、承認欲求、そして死への抗いを象徴する象徴的な場面だ。スリルがありそうだけど、危ないね。その、理由なき犯行ってタイトル、すごく意味深だよね。ああ、当時のアメリカ社会では、親世代の価値観と、戦後生まれの若者たちの間に大きな隔たりがあった。親たちは物質的な豊かさを追求する一方で、
若者たちは精神的な満たされなさや疎外感を抱えていたんだ。この映画は、まさにその理由なきと形容される若者のフラストレーション、社会への反抗心を鮮烈に描き出したんだ。ジェームズ・ディーンの演技が、その感情を完璧に表現しているんだろうね。ああ、彼のナイーブで繊細、そして爆発的な演技は、当時の若者たちの代弁者となり、彼自身もまた若くしてこの世を去ったことで、伝説的な存在となった。彼の赤いジャケット姿は、今や青春映画の象徴とも言えるだろう。この作品は、世代間のギャップ、孤独、そしてアイデンティティの探求という普遍的なテーマを描き、後の多くの青春映画に影響を与えた、まさに金字塔的な作品なんだぜ。これはもう見るしかないね。若者の苦悩と葛藤が伝わってくるようだもん。第8位、禁じられた遊び、1952年、フランス。さあマリサ、1950年代洋画傑作ランキング、第8位の発表だよ。今度はどんな名作が登場するのかな？レイム、第8位は、戦争の悲惨さを子供たちの目を通して描いた主力の傑作。禁じられた遊び、1952年フランスだぜ。ルネ・クレマン監督の代表作であり、その美しくも切ないテーマ曲もあまりにも有名だ。ああ、愛のロマンスだね。あのギターのメロディは聞いたことあるけど、映画の内容はよく知らないんだ。この物語は、第二次世界大戦中のフランスを舞台にしている。空襲で両親と愛犬を失った幼い少女ポーレットが、農村に住む少年ミシェルと出会うところから始まるんだ。ポーレットは、死んでしまった愛犬の亡骸を埋葬しようとするんだが、ミシェルは彼女を慰め、秘密の墓地を作ってあげることを提案するんだ。幼い二人の出会いだね。秘密の墓地って、ああ、彼らは、死んだ小動物たちを見つけては秘密の墓地に埋葬し、そこに十字架を立てていくんだ。この遊びは、戦争によって死が身近なものとなった子供たちが、無邪気さの中に垣間見える残酷さ、そして命の尊厳を、幼いなりに消化しようとする行為なんだよ。子供心に、とても悲しいけど、純粋な行動なんだね。そうだ。しかし、そんな子供たちの純粋な行動とは裏腹に、大人たちは死体をめぐる争いや、信仰の押し付け、そして戦争という大人の都合によって、彼らの遊びを理解しようとしない。この映画は、戦争の不条理さや大人のエゴイズム、そして宗教が抱える偽善を、子供たちの視点を通して鋭く批判しているんだ。子供たちの目を通してみると、戦争の愚かさがより際立つんだね。まさにその通りだ。ラストシーン、ポーレットが孤児院へと連れて行かれ、ミシェルと別れる場面は、見る者の心を深くえぐる。あの別れの悲しみ、そして彼女が何度も、ミシェル、ミシェル、と叫ぶ声は、忘れられない名シーンとして語り継がれているんだぜ。戦争が奪うもの、そして子供たちの無垢な魂が傷ついていく様子を、これほどまでに詩的に、そして痛烈に描いた作品は他にないだろう。永遠に語り継がれるべき傑作だ。マリサの説明を聞いていたら、胸が締め付けられるようだわ。ぜひ、この映画を見て、戦争の悲惨さと子供たちの純粋さを感じてみたい。第7位、雨に歌えば、1952年、アメリカ。マリサ、いよいよ第7位の発表だね。1950年代の洋画傑作ランキング、次はどんな作品が登場するのかな？レイム、第7位は、ハリウッドミュージカル映画の最高傑作と称される。雨に歌えば、1952年アメリカだぜ。ジーン・ケリーが監督主演を務めた、まさにエンターテイメントの極致と言える作品だ。雨に歌えば、あの雨の中で歌い踊るシーンは有名だよね。でも、具体的にはどんなストーリーなの？この映画は、サイレント映画からトーキー発生映画への転換期である。1920年代のハリウッドを舞台にしているんだ。サイレント映画の大スター、ドン・ロックウッドは、発生映画への移行に戸惑う人気女優リナ・ラモントと共演していたんだが、彼女の声がひどくて作品にならない。そこで、若手女優キャシー・セルデンに声を吹き替えてもらうことになるんだ。なるほど、そういう裏話があったんだ。当時のハリウッドの混乱ぶりが描かれているんだね。まさにそうだ。
サイレントからトーキーへの移行は、当時の映画界に大きな混乱と革命をもたらした。この映画は、その時代の裏側をユーモラスに、そして華やかに描いているんだ。そして、なんといっても、ジーン・ケリーが雨の中で、新人イン・ザ・レインを歌いながらタップダンスを踊るシーンは、映画史に残る永遠の名場面だろう。あの軽やかなステップと、満面の笑顔は、見る者すべてを幸福な気分にさせてくれるぜ。あのシーンは本当に見ていて心が弾むよね。映画全体が明るくて、楽しい雰囲気なのかな？ああ。他にも、ドナルド・オコナーが壁を駆け上がったり、天井を歩いたりするメイクエム・ラフの曲芸的なダンスや、デビー・レイノルズとの息の合ったデュエットなど、見どころが満載だ。歌とダンスのクオリティの高さはもちろんのこと、映画界の移り変わりを描いたストーリーも秀逸で、コメディ要素も満載だから、何度見ても飽きることがないぜ。まさに、これぞハリウッドミュージカルと胸を張って言える、不朽の傑作なんだ。わあ、聞いているだけでワクワクしてきた。これは絶対に見るべき作品だね。私も雨の中で踊りたくなっちゃった。第6位、めまい、1958年、アメリカ。いよいよ6位まで来たぜ。ここにランクインしたのは、サスペンスの神様、アルフレッド・ヒッチコック監督の最高傑作との呼び声も高い、1958年のアメリカ映画、めまいだ。ヒッチコック監督の作品ね。サイコや鳥とは、また違った雰囲気のタイトルだわ。これは、男の歪んだ愛と執着を描いた、めくるめくような心理サスペンスなんだ。主人公は、元刑事のスコティ。彼は、ある事件が原因で極度の高所恐怖症、つまり、めまいの症状に悩まされている。そんな彼が、旧友から何かに取り憑かれたような妻、マデリンを監視してほしいと奇妙な依頼を受けるんだ。ミステリアスな始まりね。スコティはミステリアスな美女マデリンを尾行するうちに、彼女の儚げな魅力にどんどん惹かれていく。しかし、ある日、彼はめまいのせいで塔の上から身を投げる彼女を助けることができず、彼女は死んでしまうんだ。スコティはショックで心を病んでしまうんだが、ああ。自分のせいで愛する人を救えなかったなんて、辛すぎるわ。だが、物語はここからが本番だぜ。数年後、失意の日々を送るスコティは、街でマデリンと二つの女性、ジュディと出会う。彼はジュディの中にマデリンの面影を追い求め、髪を染めさせ、同じ服を着せて、死んだはずの彼女を蘇らせようと執着していくんだ。なんだか、ちょっと怖い愛情ね。まさにそれこそがヒッチコックの狙いだ。この映画は、観客を主人公の歪んだ心理に引きずり込む。有名なめまいショットという撮影技法で主人公の恐怖を追体験させ、見る者を不安にさせるんだ。そして、この後には観客の度肝を抜く、驚愕の真実が待っている。愛と狂気、喪失と執着が渦巻く。一度見たら忘れられない悪夢のような傑作。これが第6位だ。第5位、未知、1954年、イタリア。ベスト5に突入だぜ。第5位は、イタリア映画の巨匠、フェデリコ・フェリーニ監督による1954年の不朽の名作、道だ。道？シンプルだけど、深い意味を感じさせるタイトルね。ニーノ・ロータが手掛けた、あの哀愁漂うテーマ曲は聞いたことがあるわ。ああ、あのメロディはこの映画の魂そのものだぜ。物語の主人公は二人、胸に巻いた鎖を力ずくで引きちぎる芸で日銭を稼ぐ、そやで暴力的な大道芸人残波の、そして、貧しい家から金で買われ、彼の助手としてついていくことになった、純粋無垢な娘ジェルソミーナだ。まるで獣と天使みたいね。正反対の二人だわ。まさにその通りだ。残波のはジェルソミーナを人間扱いせず、ただの道具のように扱う。それでもジェルソミーナは、不器用ながらも必死に彼に尽くそうとするんだ。そんなある日、二人はサーカス団で陽気な綱渡り芸人、イルマット、つまり、木印と呼ばれる男に出会う。その出会いが何かを変えるのかしら？ああ、イルマットは、自分の存在価値に悩むジェルソミーナにこう言うんだ。世の中にあるものは、石ころ一つでも、きっと何かの役に立っていると。この言葉は、ジェルソミーナにとって大きな救いになる。だが、悲劇が起きる。
ザンパノが些細なことからイルマットを殺してしまうんだ。そんな、せっかく見つけた希望だったのに。その事件をきっかけにジェルソミーナは心を病み、ザンパノはそんな彼女を道端に置き去りにしてしまう。そして数年後、一人の女が口ずさむ歌を耳にしたザンパノは、それがジェルソミーナのメロディであり、彼女がすでに亡くなっていたことを知る。その夜、ザンパノは一人、海岸で天を仰ぎ、獣のように泣き叫ぶんだ。初めて自分の犯した罪の重さと、どうしようもない孤独に気づいてな。失って初めて、その存在のかけがえのなさに気づく人間の愚かさと悲しみ、魂の救済を描いた、映画史に輝く感動作だ。これが第5位だぜ。第4位、12人のイカれる男、1957年、アメリカ。いよいよ第4位の発表だ。1957年のアメリカ映画で、密室劇の金字塔として名高い傑作、12人のイカれる男だぜ。12人のイカれる男。なんだかすごいタイトルね。どんな物語なの？物語の舞台は、ある殺人事件の裁判における、陪審員たちが評決を下すための一室。ただそれだけだ。登場人物も、被告の少年の運命を握る12人の陪審員がほとんど。彼らは、自分の父親を殺したとされる少年の審理を終え、最終的な評決を下すために集められたんだ。有罪か、無罪か。一人の人間の命がかかっているわけね。その通りだ。陪審員の評決は全員一致が原則。もし有罪なら、少年には死刑が待っている。状況証拠から誰もが少年の有罪を確信していて、議論はすぐに終わるかと思われた。最初の投票では、11人が有罪に票を投じた。だが、たった一人だけ、無罪を主張する男がいたんだ。たった一人で、すごい勇気だわ。彼、ヘンリー・フォンダが演じる陪審員8番は言うんだ。有罪だという確信が持てないと。彼は、請求な結論を良しとせず、証拠や証言に潜むわずかな疑問点を一つ一つ丁寧に検証していくことを提案する。彼のその真摯な態度が、早く評決を終わらせたいだけの男、個人的な偏見に凝り固まった男、自身の経験から被告を憎む男など、様々なバックグラウンドを持つ陪審員たちの心を、少しずつ揺さぶっていくんだぜ。密室での言葉だけの戦い。手に汗握る展開ね。ああ。疑わしきは罰せずという近代法の原則の重要性を、これほどスリリングに描いた映画は他にない。先入観がいかに人の目を曇らせるか、そして、真実を見極めるための議論がいかに尊いものかを教えてくれる。ほぼ全編が会話だけで構成されているにもかかわらず、最高級のサスペンスとして成立している、まさに脚本と演技の勝利だ。これが第4位だ。第3位、裏窓、1954年、アメリカ。いよいよトップ3に突入だ。第3位は、またしてもサスペンスの神様、アルフレッド・ヒッチコック監督の登場だ。1954年の傑作、裏窓。またヒッチコック。めまいもすごかったけど、今度は裏窓ね。タイトルからして、覗き見がテーマかしら？その通り。これぞ、覗き見サスペンスの最高傑作だ。主人公は、足を骨折して車椅子生活を余儀なくされたカメラマンのジェフ。退屈しのぎに、彼はアパートの裏窓から、向かいの住人たちの生活を望遠レンズで覗き見するのが日課になるんだ。人の生活を覗き見るなんて、ちょっと趣味が悪いけど、気になるわね。最初はゴシップを楽しむような感覚だったんだ。失恋した女性、新婚カップル、孤独な作曲家、様々な人生が、彼の目の前で繰り広げられる。だが、ある日、彼はセールスマンの男の部屋で異変に気づく。夫婦喧嘩の後、妻の姿がパタリと消えてしまったんだ。まさか、事件の匂いがするわ。ジェフは夫が妻を殺したんじゃないかという疑惑にとらわれる。彼は恋人のリザや看護師のステラに協力を求め、部屋の中から双眼鏡を片手に捜査を始める。観客はジェフと全く同じ視点で、限られた情報の中から、向かいの部屋で起きた犯罪の真相を探っていくことになるんだ。自分も主人公と一緒の部屋で、
固唾を飲んで覗き見しているような感覚になるわけね。ドキドキするわ。そうだろ？映画を見るという行為そのものが覗き見であるという、ヒッチコックの鋭い批評性も込められている。限定された空間で見せるサスペンス演出はまさに神業。観客を共犯者にしてしまう、映画的興奮に満ちた一本だ。これが第3位だぜ。第2位、ローマの休日、1953年、アメリカ。ついに来たぜ、第2位。映画史に輝く、永遠のラブストーリー。1953年のローマの休日だ。待ってました。オードリー・ヘプバーンの可憐さが爆発している。誰もが大好きな映画ね。その通り、この作品でスターダムにのし上がった彼女の魅力は、まさに伝説級だぜ。物語は、ヨーロッパのとある小国の王女アンが、公務に明け暮れる日々に嫌気がさし、親善旅行で訪れたローマでこっそり大使館を抜け出すところから始まる。生まれて初めての自由。考えただけでワクワクするわ。そんな彼女を偶然助けたのが、グレゴリー・ペック演じるアメリカ人新聞記者のジョーだ。翌朝、彼女の正体を知ったジョーは、正規の特ダネをつかむため、王女だと気づかないふりをして彼女にローマの街を案内するんだ。最初は下心ありだったのね。でも、そこからのローマ観光のシーンが本当に素敵なのよ。スペイン広場でジェラートを食べたり、美容室で髪をバッサリ切ったり、あのベスパに乗って二人でローマの街を駆け抜けるシーンは、映画史に残る名場面だ。そして忘れてはならないのが、真実の口のシーン。嘘つきが手を入れると噛まれるという伝説の彫刻に、ジョーが手を入れて、うわー、と叫び、手を袖に隠すんだ。本気で心配するアン王女のリアクションは、実はアドリブだったと言われている。あのやりとりに、二人の心の距離が縮まっていく様が見事に表現されているんだぜ。最初は特ダネのことしか考えていなかったジョーも、天真爛漫な彼女に本気で惹かれていってしまう。でも、彼女は王女様。許される時間はたった一日だけなのよね。そうだ。だからこそ、この恋は切なく、そして美しい。夢のような一日が終わり、二人はそれぞれの立場へと戻っていく。最後の記者会見での、言葉には出さない、視線だけの別れのシーンは、映画史に残る最高にロマンチックで、最高に切ないラストだ。これが第2位だぜ。第1位、ベンハー、1959年、アメリカ。マリサ、ついに第1位の発表だね。1950年代洋画傑作ランキング、栄えある第1位は、レイム、栄えある第1位は、ウィリアム・ワイラー監督の超大作。ベンハー、1959年アメリカだぜ。主演はチャールトン・ヘストン。アカデミー賞史上最多の11部門受賞に輝く。まさに不朽のスペクタクル巨編だ。ベンハー、名前は聞いたことがあるけど、どんな物語なの？紀元1世紀のエルサレムが舞台だ。ユダヤの豪族ベンハーと、旧友でローマの将校メッサラ。固い友情で結ばれていた二人だが、メッサラの裏切りによりベンハーは奴隷にされ、家族も投獄。復讐の念に燃えるベンハーの壮絶な旅が始まる。親友に裏切られるなんて、あまりにも辛いね。彼の復讐心、どれほど強いんだろう。復讐を誓ったベンハーは、数奇な運命をたどり、やがてローマでメッサラとの宿命的な再会を果たす。そして、映画史に残る伝説の戦車競争で、二人の因縁に終止符が打たれるんだ。このシーンは、2万人以上のエキストラと100頭の馬が使用され、映画史に残る大スペクタクルだぜ。あの有名な戦車競争だね。迫力満点って聞くけど、そんなに大規模な撮影だったなんて驚きだね。まさにそうだ。CG のない時代に、本物の馬とスタントマンで撮影された戦車競争は、その迫力とリアリティで観客を圧倒する。友情、裏切り、復讐、そして許しと信仰という普遍的なテーマが壮大なスケールで描かれているぜ。ベンハーがキリストの教えに触れ、許しを見出す過程は、見る者の心に深く響く。当時の映画制作技術の粋を集めた、まさに映画の奇跡と言える作品だ。うわぁ、聞いているだけで鳥肌が立っちゃうよ。歴史ドラマとしても、人間ドラマとしても、最高傑作ってことだね。許しというテーマも感動的だわ。
ローマ帝国の支配下でのユダヤ人の苦難、そしてキリストの教えとの出会い、そのすべてが、ベンハーの人生を通して描かれている。荘厳な音楽も作品の感動を一層高める。映画館の大スクリーンでこそ進化を発揮する。まさに体験する映画だ。50年代洋画の頂点に立つ、堂々の第一位にふさわしい。納得の第一位だね。私も壮大な歴史ロマンに浸りたいな。この映画が、いかに多くの人に影響を与えたか、よくわかったよ。総評、まとめ。いやー、10位から1位まで、本当に名作揃いだったわね。正直、古い映画ってだけで敬遠してたけど、こんなに面白いなんて知らなかったわ。だろ？ 1950 年代は、まさに映画の黄金時代なんだ。カラー映画やワイドスクリーンといった新技術が次々と登場し、映画の可能性が一気に広がった時代だ。ベンハーのような壮大なスペクタクル、ローマの休日のような永遠のロマンス、裏窓のような独創的なサスペンス、CG のない時代だからこそ、人間の創意工夫と情熱が画面に満ち溢れているんだぜ。色褪せない物語の力がここにある。食わず嫌いはもったいないぜ。今回のランキングを機に、ぜひ一本でも手に取ってみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。